ほい、どうもこんです。ということで、今回はこちらの青白スピリットを紹介したいと思います。こちらのデッキですが、24日の MO チャレンジにおいて、トップ8にラクドス吸血鬼が5人残る中、9勝1敗で見事優勝を果たしたリストですね。ラクドス吸血鬼は血管切り裂き魔の着地が強いデッキなのですが、そもそも着地をさせなければいいということで、このデッキが勝ち上がったのかなと思われます。ソリンに対してはカッパやズモントライが有効で、スダッシュプランに対しては5バカーンへの進行、出てからは倒せる除去がメインから3枚と、割と吸血鬼に対して戦える構築となっていますね。また、カティルダはプロテクション吸血鬼を持っているのが強く、吸血鬼が増えるのであれば、カティルダの枚数が増えていきそうな感じですね。コプターの禁止解除やカッパの登場など、青白スピリットは強化されているポイントも多く、メタ次第では増えていきそうな感じかなと思います。はい。ということで今回も BO3 ランクマッチで収録していますので、マッチ全体を通してどういう点が強いのかというのを把握していただければなと思います。さあやっていきます。こちら先手。割とバランスはいいハンドということで、キープしていきましょう。これ2ターン目に、ショックインしてしまうと、構えてるのがね、あからさまになってしまうので、ここは先にショックインをしていきましょう。さあ、相手は、ラクドスですね。ラクドスミットか、もしくは、流行りのラクドス吸血鬼か。さあ、ここは、鎖鳴らしと、カウンターを構えていきましょう。これは通していいでしょう。さあ、鎖鳴らしを、出していく。ラクトスに対しては基本的には、店舗をね、取って勝っていきたいという形ですね。さあ、3点通って残り16点まで。ここは呪文トライを構えていく。鎖鳴らしを出しているので、0秒の放浪者も、インスタントタイミングで出すことができますね。さあ、相手ここ、やや悩んできますが、どうだろうね、吸血鬼だと、3ターン目ソリン分回りルートっていうのもあるんですが、現状しっかりと、対応することができますね。青白スピリットに対してはね、結構、難しいんですよね。さあ、外に出してくれ。ここは、クロックを出しながら、ソリンを対処していきましょう。普通のデッキだと、このターンにね、血管切り裂き魔が出てきて、もう積んでしまうっていうこともあるんですが、これが、青白スピリットの強みですね。さあ、残り11点まで。さらにカウンター1枚と、放浪者を構えていくと。呪文トライを除去られると、もう一回ソリンを唱えられるんですけど、そこに対してもね、しっかりと、対応できるハンドではありますね。さあ、ラクドス側は、こちらの反応がね、わからないため、収穫者。通してもいいですけどね。おそらく収穫者を起動して呪文トライを除去ってくると思うんですが、ソリンがその、呪文トライに囚われたままだと、結構ね、危ういターンもあると思われるので、一旦カッパで追放しておきますかね。さあ、ここはカッパで、しっかりとカウンターをしていく。で、放浪者を出して、ライフをね、詰めていきたいかなと。ただ、これでハンドが0になるので、2ターンくらいで倒していきたい感じはありますね。さあ、ただここ土地。あと1ターン殴れれば勝てるという状況ではありますが、一応ここ、ショックインですね。船乗りの能力を起動して、1マナスペルを引ける可能性もね、全然あるんで。さあ、吸血鬼して、切り裂き魔までは、あと1ターンかかる状況ですね。さあ、苦々しい勝利。ここはスタックでカード引いていきましょう。カッパ。これは仕方ないですね。スピリットが引けたら、次のターンに勝てる状況ですが、除去使ってくるかな。さあ、船乗りが除去られていく。いいですね。
これで4点入るんで、船乗りを出して、放浪者がでかくなって4点アタック。さあ、残り1点まで。で、さらにカウンターも構えている状況。さあ、ここは、さすがに投了と。GG。さあ、相手吸血鬼。まあ、後手ということで、まあ、後手で対応できるカードを入れていきましょう。まあ、カテルダも当然入れていくと。婚礼の発表はまあ、やや抜いていい、形ではありますね。あとは1枚コプター抜いて、まあ、対応できる放浪を入れていく感じかなと。まあ、これでいってみましょう。さあ、1本目勝って2試合目。まあ、キープしていいハンドかなと。さあ、相手は囲いからスタート。呪文トライを抜いてきますかね、これは。お、ロードを抜く。なるほど。まあ、呪文トライはあれですね。2試合目ということで、こっちがね、5手なのが、3ターン目ソリンには間に合わないんですよね。の、ロードを引いていく。まあ、これはもう出していきましょう。カウンターブラフしててもしょうがないんで。さあ、残り16点まで。さあ、ここ、ソリンじゃないといいですが、まずは3点アタック。まあ、こういう状況を、なんていうか、想像したら、いかに先手3ターン目ソリンがやばいかっていうのがわかりますね。さあ、一応白が必要なので、ここは白マナで置いていく。結構これ、まあ難しいですね。まあ、ロードだけ殴って、相手の利き地トークンとは相打ちをしていきたいので、まあ2には構えていくという形ですね。ルーティングなし。手札強いですね、これ。さあ、2体ともアタック。まあ、トークンは潰していきましょう。さあ、相打ちを取って。まあ、ただ相手もこれ、呪文トライ見えてるんで、なかなかね、動きづらいですよね、相手からは。プッシュかな。さあ、ロードを除去って、鎖鳴らしが、戦場に出ていく。ピアス。4マナ目が欲しいですね、これちょっと。4マナ目があると、だいぶね、動き方が変わってくるんで。さあ、2点通って残り13点。グーワも着地していく。利き時期がね、これ残っちゃうと、かなりきついんで。現状、利き時期に対する対処手段はないと。さあ、盲信者。これはもうクロックとして出していきましょう。お、除去る宝物トークン使って、プッシュで除去っていく。鎖鳴らしの方を除去らないんですね。なるほど。土地が欲しい。これはちょっと殴れないかな。いや、もう1マナあればね、全然、動きがね、変わるんですけど。3マナはね、ちょっと動きづらいですね、これ。さあ、3人は殴ってくる。まあ、これブロックでいいですね。利き時期で、増やされても、あれなんで。まあ、ただ相手盲信者をね、コピーすることによって、まあ、どんどんとね、ドローを進めていくことができますね。土地引かず。いやー、これ無理だな。これはね、もう、アドバンテージを取られ続けて、負けるっていう流れですね。いや、利き時期ね、まあ、禁止されるレベルの強さですからね。まあ、本当は、フォローを使ってでもね、利き時期を対処したいところなんですが、さあ、コピー先を、まずは落としていきましょう。ただ、ここで説教者が出てくる。説教者コピーでもね、普通に、えげつないんで。さあ、ようやく土地を引いてきましたが、さすがに遅すぎる。残り10点。まあ、ただ、ライフ詰めないと、こっちも勝てないですからね。まだ殴れる余裕はあるか。
さあ、残り9点まで。で、フォローで、除去るんですが、ここは、そのままか。相手の説教者を、とりあえず追放したいですね。まあ、コピー元を。うん。もうあれですね。フルパンしてくる形ですね。こっちが除去を持ってなかったら、もう倒せるということで、もうコピーからの代わり何も2体起動と。うん。まあ、利き時1体にやられましたね、これは。一応このターンは全然耐えれるんですけど、ただ、これを返す手段が、一応あれか。残骸の不要着、サイドインしてるんで、引ければっていう感じだったんですが、ここは、土地。一応3体はブロックできるんですが、さすがに厳しいですね。まあ、ブラフしてもしょうがないということで、ロードは出していきましょう。まあ、2マナ構えで、ターンは出していくと。ワンチャンなんかミスってくれたら、ある。っていう感じですね。ただここで切り裂き、まあ、これはコピーで終わりですね。はい。これがね、強いんですよね。GG。さて。どっちかというと、これの発表よりも、亡霊の方が欲しいですね。うん。まあ、これでいきますか。さあ、1勝1敗で3試合目。いいですね。これキープしていきましょう。まあ、基本的にね、まあ、スピリットは、先手がね、めちゃくちゃ強いんで、まあ、マウントを取っていきましょう。これはもう、ロード出して殴っていいですね。さあ、テンポを取って勝っていきましょう。さあ、2ターン目3点アタック。で、呪文トライと。さてさて。多分ね、これは、青白スピリットのいい流れをお見せすることができるのではないかなと。このクロックがある状態で、この呪文トライ構えね。先手だとまあ、この動きができるということで。さあ、収穫者いるんですが、避難。これはトライっていきましょう。まあ、放浪者を使うよりもトライを使って、クロックをね、出していきたいですね。さあ、さらに放浪者もでかくなるので、収穫者では除去でない状況。さあ、6点アタック。6点アタックからの、さらにズボントライが手札に構えられている状況。これね、多分ラクドスだと、返せないんじゃないかな。まあ、スピリットは先手でうまく回るとね、本当なんだろう、ボロスルヒーロイックとかだったらワンチャンあるかもしれないですが、他のデッキだとね、かなり厳しいですね。もう相手は、除去に失敗してしまうと、それだけで終わってしまうという状況ですね。さあ、どっちを伸ばして、プッシュ。これは鎖ならすでいいかな。霊廟の放浪者を構えていきましょう。さあ、さらに放浪者でかくなって、一応カウンターもできる状況。何もなければもう、そのまま勝っていくそうですね。ここで投了と。GG。さあ、やっていきます。こちら先手。白マナないですが、まあ、コプターあるんでキープしていきますか。まあ、コプターはね、とりあえずキープができるんで、強いですね。まあ、白マナ使うのも、5パターンだけということで、どこかしらで白マナは、引いていければいいという形ですね。さあ、相手も7枚キープ。とりあえず、船乗りを構えていきましょう。相手、ジェガンサなんで、囲いから。これは、サクリファイスかな。まあ、コプター抜きそうな感じですが、どうでしょうね。まあ、こっち視点だとコプターが一番嫌かなと。5話間抜いていく。なるほど。
まあ現状白マナはないので、さて呪文トライ。まあここはコプターを出していきましょう。まあルーティングして、白マナをね、引きに行きたいですね。さあ、サクリファイスですね。そしてかまどもしっかりと出していく。さて、白マナ引いてくる。これはどうするかな。まあ、一旦コプターで殴ってみますか。さあ、まずはコプターに乗って、飛行3点アタック。からのルーティング。婚礼引く。であれば、このターン婚礼出すかな。まあ、呪文トライ構えるか、婚礼出すかなんですけど、まあ、先に展開をしていきたいかなと。次のターン出されて困るのは、悪魔ぐらいかな。まあ、ただ波乱の悪魔出てきたとしても、はい。まあまあまあ、これ裏目ではありますが、全然、まあ対処というか、店舗をね取っていけますね。さあ、目撃者殴ってくる。これまあブロックして OK ですね。さあ、かまどでサクって、まあおそらく船乗りを、ぞきょってくる、はい、形ですね。さて、まあこれで、タフ1はぞきょられてはしまうんですが、もう飛行クロックはね、どんどんと殴っていけるので、さあ、ここは、呪文トライ構えて、殴っていきましょう。土地いらないかな。さあ、3点通って残り9点まで。もう3回殴ったら勝ちの状況なので、多分食物トークン避る余裕はそんなにないんじゃないかなと。さあ、ここは、論争。論争はいいでしょう。さあ、2ドローしていく。さてさて。残り3マナ。一応鎖鳴らしがあって、まずモントラエも、構えている状況。収穫者。これは捕まえていきますか。まあ、クロックが欲しいということで。さあ、収穫者は捉えていく。まあ、一応宝物トークンがあるんで、プッシュを持っていた場合は、対処は可能ですね。さあ、とりあえず、殴ってくる。まあ、3点は通すしかないと。さあ、残り17点まで。プッシュがあるかどうか。ターン回ってきたら、まあ、鎖鳴らしがあるんで、まあ、プッシュに対する、回答はありますね。ただ、相手ここ、かまどか。かまどはいいでしょう。さて、まあ、猫がなければ、OK かなと。まあ、このターン含めあと2ターンで終わらせたいんで、変わり種起動から、放浪者も出して、で、コプターに乗ってアタックですね。まあ、これで、7点アタック。で、次のターン何かしらがゾクられたとしても、残りもう2点入れればいい状況ということで、OK でしょう。さあ、ここは平地を捨てて、残り2点まで。からの婚礼でワンドローと。さあ、タフネスが2になったので、かまどでは、放浪者は倒せない状況。これは勝ち確かな。さあ、ここで投了と。10時。さて。まあ、基本的にはサクリファイス相手には、もう飛行クロックでどんどんと攻めて勝っていくという流れになるんで、まあ、亡霊で少し対策をしながら、まあ、たださすがに、ポータブルホールは入れますか。かまどをね、捕まえたいんで、まあ、こんな感じでいきますか。さあ、1本目勝って2試合目。2ターン目の動きがないですが、まあ、キープしていきましょう。さあ、相手囲いから、これ何抜いてくるかな。まあ、放浪者も全然ありますし、放浪者から。まあ、放浪者抜かれたことによって、こちらが、まあ、後手3ターン目が初動になったので、ちょっ
とテンポ的に、きついかなという形ですね。基本的にやっぱり、スピリットは、もうテンポをねとってどんどん勝っていきたいデッキなので。さあ、相手は収穫者。2マナ息引かず。ちょっとね、3マナ息が押し寄せてきている形になっていますね。さあ、まずは3点アタック。からの黒草。まあ、トライが1枚いらないかなと。さて、ショックインから、もう一回脅迫。まあ、婚礼抜いていきますかね、これは。婚礼連打はね、結局、フォロー抜いていく。なるほど。まあ、これは婚礼出していきましょう。さて、婚礼はもう無視してもいいという形なのか。さあ、3点は通していくしかない。さあ、ここは論争を唱えてくる。黒草はとりあえずこれ、はい。カウンターしたいですが、ここは婚礼を抜いていく。なるほど。まあ、ここも、構えていきましょう。まあ、収穫者はとりあえず、婚礼がひっくり返るまでは、スルーですね。さてさて。5マナ目から。これは、消したいんですけど、トライの方かな。黒草をね、カッパしたいんで。さあ、ただ相手、まあ、プッシュを持ってたら、ズモントライは除去れる、状況ですね。さあ、残り1枚が、プッシュっぽいな、これは。まあ。ただ、相手何も避るものがないんで、とりあえずは、ただの3-3ですね。さてさて、ここまでは殴られるんですが、ここからは、全然、耐えていける。こっちだけ鎖ならして殴れる状況ですね。さあ、15対11。盤面的にはやや、こちらが有利かなと。はい。黒草はカッパでカウンターしていきましょう。これで、しっかりと追放されていく。相手はハンドが、残り1枚の状況。さあ。飛行3点アタックをね、どんどんと入れていきましょう。土地。何でもいいから飛行クロックが欲しいですね。何か引いたらもう、全部飛行2点以上のクロックになるんで。さて。相手が、ここから、はい、ただ相手も何もなさそうですね。多分これ反動土地土地とかじゃないかな。で、相手もこれ全然、殴れない状況なんで。あとはこっちが、ただ、こっちもドローが土地土地。あと3回殴れればいいんですけど、果たして殴れるのか。何も出てこなかったら、代わり何も含めてフルパンとかも、ワンチャンあるかなという感じではあるんですが、次も土地だとさすがにちょっときつくなってきますね。相手結構悩みますね。土地、これはちょっときついぞ。相手もこれ構えてるんで除去多分、あるんですよね。さあ、こうなると、3連続、土地で何もしてないこっちの方が、かなりきつくなってきますね。英語さらい。さあ、1点クロックではありますが、何も引けないと、さすがに負けるため、何かを引いてはいきたいんですが、さあ、この試合終盤のドロー土地土地土地は、かなりね、まくられる可能性が出てきますね。さあ、さらにこれを、河原でサクって1点を本体に飛ばしていくと。一応クリーチャーは3体ある状況なんで、相手もね、この2体は殴れないんですけど、相手のかまどを追放していきましょう。さて。ただ土地以外だと現状一番弱いカードを引いたかなという感じですね。
まあそのまま、ターンを渡すしかないかなと。さあ9対9の状況ではありますが、相手は食物トークンがある状況。そしてジェガンサを出してくる。55はね、さすがにでかいですね。さて。いやー、これは、なんかジェガンサに殴り切られそうな予感がしますね。さあ、これはトークンで相打ちを取っていく。さらに土地。いや、これは無理だな。土地土地、土地土地土地、ポータブルホール土地か。はい。これは、まあ、しょうがないですね。何も引かなかったため。GG。まあ、特に変更なく、このままいきますか。さて、1勝1敗で3試合目。これは即マリガン。いやー、これもちょっと弱いですけどね。まあ、ただダブマリするよりはこれキープしますか。一応ロードから入って、婚礼の発表と出していく形ですね。さあ、相手もワンマリガンですね。さてさて。まあ、あとは何を、引いてくるかという感じではありますが。さあ、相手はだいぶ悩んでいますが、何が一番欲しいかな。まあ、とりあえずは、まあ、土地じゃなければっていう感じですね。土地がもう、いいですね。ここはコプターから行きましょう。土地は正直もういらないかな。あと全部スペルがいい。さあ、で、ここ猫をキャスト。なるほど。ただ、かまどはなし。これ一旦婚礼の発表からでいいかな。まあ、殴るのは次のターンからでいいでしょう。さあ、相手赤マナで止まってきてるんで、まあ、引き裂く榴弾を持っているという形ですね。まあ、こんな感じでね、アリーナはね、本当相手の手札、スケるんで。さあ、論争。まあ、コプターで、どんどんと殴っていきましょう。さあ、相手ここで、撃つ？囲いか。さあ、宝物トークンを使って囲いを撃ってくる。まあ、うせろを抜きそうですかね。ロードを抜く。なるほど。まあ、引き裂く榴弾1枚持ってるんで、ロード1枚、除去入れればいいでしょという感じですかね。まあ、ここに、一旦ね、引き裂く榴弾は撃たせていきましょう。さあ、コプター乗って、2体でアタックしていきましょう。ドローしていきたいですね。トークンに撃つ。なるほど。ドローさせたくないと。いや、まださすがに土地は捨てますね。さて。まあ、ただこっちからすると、その、婚礼で、トークンが並ぶのも全然強いんで、結構贅沢な使い方ですね。引き裂く榴弾を、まあ、トークン1体に使ってくると。そして、ここも構えてくる。いいですね。まあ、先に殴ってみますか。相手の動きを、まあ、とりあえず見たいかなと。さあ、2体で、もう1回、プッシュ。なるほど。さあ、ただ、ロードは残っていく。からの、カテルだ。さあ、でかいですよ。55飛行反婚。相手はこれが対処できないともう、それだけでゲームエンドという感じではありますが、さあ、サクリファイス、これを対処することができるのかどうか。さあ、かなり長考ですね。まあ、カテルダ対処がね、結構、まあ、意外と難しいんですよね。かまどがあれば、ウイゴサライからのかまどとか、まあ、あとは、なんかサクル系があったらプッシュも有効ではあるんですが、ただカテルダはね、その、除去られてももう一回使用することが可能なため、その残り5点まで対処手段があるのかどうか。さあ、残り5点ですからね。論争。
プッシュ、プッシュがあっても、これもう積んでますからね。何があるかな。はい。プッシュは、カテルダもう一回唱えて終わりですね。はい。どこにつけてもカテルダ勝ちということで。さあ、5点を、入れていきましょう。スピリットはね、こんな感じで、一回テンポを取ると、本当に一瞬で試合が終わりますね。GG。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。